実験大好き MNU です。今回はみんなの憧れモービル運用、今となってはアンテナ、無線機、電源の確保、めんどくさいことばっかりの集合体になってしまったんじゃないかなと思います。この問題というのはね、アマチュア無線化、ライセンスフリー楽しまれている方でも同じじゃないかなと思います。特に今となりましたらね、スマホの普及、相手局の減少、本当にね、そこまで無理してやる価値があるのかってね、迷っておられる方も多いんじゃないかなと思います。モービル運用、受難の時代です。どうやってね、やっていったらいいのかなっていうのを考えていきたいなと思っております。走行してる時と停車してる時、使い分けて考えていった方がね、うまくいくのじゃないかなと思っております。走行中にローカル局と QS をする機会っていうのはもう減ってしまったんじゃないでしょうか。高さ制限ですよね。要は立体駐車場が増えてしまいました。この高さ制限のおかげで常時アンテナをね、設置することが困難になってきてしまってるんじゃないかなと思います。停車中と走行中、分けてね、考えていきますと非常にね、考え方がシンプルになってくるかと思っております。アンテナの取り付けと同時ケーブルの引き回しについてちょっと考えてみました。アンテナの基礎ですよね。この機台の取り付け、もうとにかく今の車ね、もうつかないような車非常に増えてきてるんじゃないかなと思います。昔でしたらね、トランクにつけたりハッチバックのところにつけたりで、一時期ね、牽引フックにつけるのにもね、大型のアンテナが中心だったと思うんですけどね、非常に流行ってたんじゃないかなと思います。同時ケーブルの車内への引き込み、これもね、結構こだわるとね、めんどくさい作業じゃないかなと思います。雨漏りの問題っていうのもありますので、意外とね、シビアな技術も必要なところになってくるんじゃないかなと思います。車内に引き込むってね、少しでも綺麗に配線引き回そうとしますと、内張りですよね。中にあるプラスチックのパネル、これをね、場合によっては外す必要もあります。結構これもね、最近の車大変じゃないかなと思います。唯一の救いはね、インターネット上でもこの剥がし方、剥がすポイントですよね。爪の位置とかもね、情報がね、結構皆さんからも出てきておりますし、メーカーさんのね、マニュアルの転記されたような情報もありますので、昔よりはしやすくなったんじゃないかなと思います。厳しい高さ制限、とにかく立体駐車場が今増えてるっていうんですか。大型商業設備ですとね、ほぼもう平面よりも立体駐車場の方がね、多いような状況かと思います。 2.2 メーターから、高くても 2.5 メーターまで、実際はね、もうこの辺が多くてね、皆さん困ってるんじゃないかなと思います。少し長いアンテナ、長さ1メーターぐらいのアンテナでも、もう正直言うてね、もうアンテナが当たってアンテナが当たるだけならいいんですけどね、最近の車っていうのは不必要なところの板金の強度を下げてありますので、やっぱアンテナが当たったりしますとね、画台の板金を傷めてしまう可能性もあるんでね、これ要注意じゃないかなと思います。通常はね、もうやっぱりマグネット付きの機台をね、使っている方が多いんじゃないでしょうか。使わない時にはもう外しておく、使う時だけね、アンテナをパチャンとつけるようなね、このマグネット機台、30年前でしたらね、超邪道でこんなの使ってる人いなかったと思うんですけど、最近はね、逆にこっちの方がもうメインじゃないかなと思います。できるだけね、使う時だけ設置しても、使わない時にはもう閉まってしまう。ですので、同時ケーブルの引き回しもね、多少雑になりますけどね、あらゆる面でもね、現実的にはこっちの方をね、採用されている方多いんじゃないかなと思います。無線機の取り付け、最近の車っていうのは、私の乗ってる車なんも大して古い車ですけど、やっぱり車内のデザイン性がアップして結構ね、平面が少ないっていうんですか、あっちこっちにね、結構丸みを帯びておりますんでね、とにかくテールスペースだんだん少なくなってきております。受信だけでしたらね、もう一番手っ取り早い方法はやっぱり皆さんハンディ機プラスエアコンの吹き出し口ですよね。こちらの金具っていうのも最近でしたらスマホ向けにね、作られた金具が優秀ですので、そちらの金具をね、流用したりしてね、ハンディ機プラス吹き出し口にね、アンテナ付けられている方多いんじゃないかなと思います。で、ハンディ機の問題点なんですけど、ラグ中ちょっと高めのね、送信とかしますと、無線機が結構ハイワットでしたら熱くなると、これ結構要注意です。ファイナルを傷める原因にもなります。そのままの状態ですと、ちょっとスピーカーの音量もね、小さい傾向じゃないかなと思います。パワー不足っていうんですか、やっぱり熱問題もあります。どうしてもね、モービルと言いましたら走行時 QSB も激しいので、経験上はね、最低でも 5W から 10W は安定して出したいなと思ってる方も多いんじゃないかなと思います。その時にね、実用性の高いのが当然専用に作られたモービル機になるんじゃないかなと思います。特に最近でしたらね、このセパレートタイプ、表示部と本体ですよね、こ
この分かれたタイプっていうのも増えておりますので、取り付けの自由度はね非常に高くなってるんじゃないかなと思います。一つの問題がね、ディスプレイが結構見やすくするために大きくなってるっていうんですか、結構高さ方向に大きなねディスプレイ、添付のね無線機が今の機種多いですので、運転席の上までつけちゃいますと非常にね前方視界が悪くなったりするので、注意する必要があるんじゃないかなと思います。私のねこの走行時に使っているシステム、簡単にご紹介させていただきます。具体的にはこういう形ですね。センター部隙間があります。そこにね無線機、これもう一体型です。セパレート型がねちょっと高くて買えなくてね、一体型の安い中古機を買ったんでね、こういう形になっております。で、横にはねこういう形でブックエンドを加工して、無線機取り付け金具もねピッチを狭めるためにプラスチックの板で加工したような形になっております。で、後ろにはねマジックテープを貼り付けまして、床面のカーペットとねよくくっつくようにしております。これをねこういう形で、ここですね、ポイントはここに引っ込めて、でここに少し当てましてね、無線機全体が1点2点3点で固定されるような形で、通常の走行ですね全く外れることもなく、なかなかね高さ方向にも高さありますんでね、正面向いてたら当然操作できないんですけど、そこそこ無線機使えるような状態になっております。こういう方法ですので、無線機の取り付け取り外しはもう簡単です。何かあればスポット外せばもう外せますので、そういう意味合いではね非常に気分が楽にね使える取り付け方の一例じゃないかなと思います。後部座席、これがね止まっている時に使っているやり方になります。ただし停車中にしか使うことができません。 FT の 99150W 機なんですけどね、これをこういう形で後部座席のところにくくりつけております。で、実際ね無線機自身コネクターがありますので、ブックエンド2つを使いましたね。こういう形で、こういう形でね結束バンドを通して、こういう形ですね、無線機が宙に浮くようにしております。とりあえずねこの2つの方法、紹介欄にね URL 貼り付けておきますんで、気になる方はねそちらの方もご覧いただければと思います。で、次の問題がねこの電源の確保、これが非常にね今難しいんじゃないかなと思います。経験上でしたらね 12V 5A 程度でしたらね簡単に取れるんじゃないかなと思います。やっぱり一番多いのがねシガレットソケットですね。もうソケットのね口しかないと思うんですけどね、標準ではタバコつけるあれはついてないって聞いてるんですけど、ソケットからね取る方法、よくホームセンターとか車屋さん行きますとね、ヒューズボックスから取るためのヒューズっていうんですか、ヒューズに線が出たのがあると思うんですけど、ああいうのを使ってね取ったりして、結構ね5A ぐらいは簡単に取れるんじゃないかなと思います。デジタル簡易無線されてる方はね結構取るの簡単じゃないかなと思います。ただこのアマチュア無線機はね今もう問題が山積み状態、非常に苦労してる方も多いんじゃないかなと思います。特にアマチュア無線機の方なんですけど、やっぱ高出力化していっていると無線機が効率が低下する方向にもなっております。とにかくね電源の確保が年々難しくなってきております。例えば主力の UVHF の FM のモービル機ですよね。20W とだいたい 50W 前後のクラス2つあるんじゃないかなと思うんですけど、カタログとかでも見ていただいたら分かると思うんですけど、最近の 20W 機ですとだいたい 7A ぐらいの機械が多いんじゃないでしょうか。で、あと 50W ですとねやっぱり 10A クラス必要ですのでね、7、10、これ取るのはね結構大変じゃないかなと思います。で、もう一つはね先ほどもお見せしたようなオールバンド機 HF から430まで50W SSB とか FM 出れるようなね無線機ですと、さらにねファイナル部共用してる関係もあって効率非常に今低くなってますので、 10W 機ですね HF10W で UV20W の機械でも 10A ぐらいは最低でも必要な機械が多いんじゃないかなと思います。で 50W の機械に関しましてはね最低も 15A、 もうどうしようかなっていうようなレベルになってきております。昔でしたら車にあるバッテリーからね直接配線を引っ張ってきて、車のね ACC の鍵のラインとねリレーを取り付けたりして取り出すっていう方法があったと思うんですけど、結構ね今の車って配線ラインが限られているのでね、正直言って私もねもうこれはやりたくない、やっても後が大変っていうんですか、車乗り換えのことを考えるともうやらない方が幸せじゃないかなと思ってね最近はやらないようにしております。この電源の問題っていうのはね非常にね今深刻じゃないかなと思います。走行中のね簡単な設備ご提案させていただきます。要はね使う時だけもうマグネット機台で使うと、マグネットです。ある程度ね平面があればつきますのでね、もうマグネット機台でもいいだろうと思えばねだいぶ楽になるんじゃないかなと思います。アンテナにつきましても長い方が飛ぶからって言うても地上高も出ます。でマグネット機台です。そう長いのつけると危ないんですので、1m以下の適当なものをね
探してつけていただくのがね一つのやり方じゃないかなと思います。ですので運転席側につけるんでしたらやっぱりハンディ機が一番おすすめじゃないかなと思います。送信ほとんどしないような方でしたらねハンディ機、当初ねラグ中とかされる方でしたらやっぱりモービル機があった方がいいんじゃないかなと思うんですけど、できればね中古ネタねご紹介させていただいたと思うんですけど、あえてね一昔前の 10W の UVHF の無線機、消費電力が結構 5A 以下ですのでね、5A 以下でしたらこのヒューズボックスからも結構簡単に取れます。意外とね中古市場でモービル機 10W っていうのはかなり安く、もう本当にねびっくりするぐらい安い値段で売買されているような傾向ですので、程度のええものを探されましてね、あえて 10W のモービル機をねご購入して使うっていうのも一つの手じゃないかなと思います。停車中はね、そこそこの設備っていうことでご提案させていただきます。アンテナはね、タイヤに固定した 5.5m のツイザーを7メガから144メガっていうことで、私がよくお見せしてるやつですけどね、もう走行中絶対こういう使い方できないですけど、停車中にタイヤにつけると。で、これが 5.5m のツイザーですね。で、この下にチューナーを取り付けております。で、こういう形ですね。気になる方はね、概要欄からね、見ていただいて参考にしていただければと思います。後ろの後部座席っていうのは比較的ね、スペースもある車が多いと思うので、私はね、別置きのバッテリーを置いております。注意点としましてはね、そのままですと 12V です。発電機等でね、常時充電しておりませんので、12V より低くなると無線機のね、動作が怪しくなってきますので、13.8V にね、昇発するユニットをちょっとかましてあります。それでだいたい 15A まではね、安定して確保できるようにしております。その事例がちょっとこれですね。これがちょうどバッテリーです。ちょうどセンターのところにね、スペースがあったんで、ここに 40A のシールドバッテリー、8000円ぐらいのやつですけどね、それを押し込んで、で、自分で作ったね、DC-DC コンバーターで 13.8V に上げて FT100 なんですけどね、こういう形で後部座席専用にね無線機ですから、これで完璧にね車とは縁が切れてますので完結したシステムとなっております。非常に簡素なシステムになっております。問題点というのは 40A のバッテリー、充電する手法が全くありませんので、休みの前日に自分の自宅に持って上がって充電すると、まさにこういう状態なんですけどね。最初はこんなこと長続きするのかなって自分でも思ったんですけど、私に関しては無線がとりあえずできるっていうことでね、意外と長続きしておりますので、運用には載ってるようなね手法になっております。今回の方ちょっとまとめさせていただきます。モービル運用多様化ものすごくしてるんじゃないかなと思います。基本はねやっぱり走行中と停車中で設備をね使い分ける考え方っていうのもね一つの方法じゃないかなと思います。とにかくこう考えていきますとね、非常に自由度が高くなりますので幸せになれるのかもしれないと私は思っております。停車中のね設備少し考え方変えますと、マンション横の駐車場から、私いつもこのシステムで出てるんですけど、マンションのね横に止めてある車のねその位置からもね運用することがね可能となります。でなおかつね、買い物先ちょっと景色のいいようなところに行った場合でもね、そこからでもね好きなバンド7メガからね430までは実用的にね運用することができますので、意外とね停車中の設備の使い方っていうのはね使い方無限大だと思いますので、ぜひともねこういう視点で走行中停車中ということでねモービルの設備を考えていただければ、意外と電源の取り回し含めましてもねなかなか楽しめるんじゃないかなと思っております。とにかくね、私自身も走行中のモービル運用あんまりしなくなってしまっているので偉そうなことは言えないんですけど、やっぱりアマチュア無線の楽しみっていうのは本来ねこのモービル中との出会いっていうものもあると思います。ぜひともねこういうスタイルを作っていきながら、少しでもねワッチする方が増えればモービルする方も増えてくるんじゃないかなと思いますので、ぜひともねこういう考え方もありますよということでね参考にしていただければと思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。